おかえりなさい。ねえ、田所氏のおかげでやばくない？めっちゃ癒されるんだけど。いやー恥ずかしいですてか音大丈夫なんですか？あ、全然僕んち木造ですけど何も言われないんで。ねえ見て見て、オカリナを引き立てる引き算のトライアングル。国際交流基金主催 JFF プラスインディペンデントシネマをご覧の皆様、こんにちは。本日は配信作品隔てててより監督の加藤紗希さんと脚本の豊島遥さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います。お二人どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今監督と脚本ということでご紹介しましたけれども、映画をご覧になった皆様にはお分かりのように出演をされていて、制作もされているということで、お二人でも制作ユニットを組まれているということですよね。どのようにして共同作業をされているのか、まずお伺いしてもいいですか？はい、基本的には最初の立ち上がりというか作品の立ち上がりは2人で話して、で映画の場合は、プロットのようなものを2人でまず考えて、で私たちの場合は人物から演じることを起点に2人とも俳優で、三役とアコ役を演じてるっていうのもあるんですけど、演じるっていうことを作品のまず起点にして、自分たちがどういう役を演じたいかとか、どういうお芝居したいかっていうことと、あとは出演してくださる俳優さんがどういう役を演じたりとか、どういう関係性で演じてもらうと面白いかなっていうのを考えて、そこを2人でまず話し合って、じゃあこの人にはこういう役を演じてもらおうとか、私たちはこういう関係性の役をしようっていうところを考えてから、それを、脚本に豊島さんが起こすだったり、展開させていくっていうことで、まずは脚本を作ります。じゃあまずはその几帳面だけれども、夢ばかり見ているアコとズボラだけれどもちゃんとお金を稼いでいるサンちゃんっていうキャラクターを作ったわけですね。そうですね。ただ最初のイメージはプロット上で作ったんですけど、そこから実は脚本が、撮影を開始した時点では最後までなかったんですね。なので、4章に分かれているお話なんですけど、3章までは、脚本を用意して、で1章の撮影から順番に、1ヶ月につき 2,3 日ずつ少しずつ季節をまたぎながらゆっくり撮っていったんですけど、4章目の脚本だけは一切なくて、ただ決まっていたのは2人の章であること、2人だけが出てくるっていうところだけは決まっていて、ただどうなってどう展開してどう終わらせるかっていうところは決まってなく、あとなんとなく外に出たいねっていうイメージもあそこのお家から外に出るっていうことと、あとやりたいことはいくつかあったんですけど、それで1章とか2章3章を演じていって、自分たちで演じていく上で、豊島さんが本当はさんちゃんこういう人かもとか、あこちゃんこういう人かもっていうのを感じたものを4章の脚本に詰めたっていう感じです。脚本ということのお立場で、ちょっと焦ったりはしなかったんですか？やっぱまずいな、できてないなっていうのはどうだったんですか？どっちかっていうとちょっと締め切りを伸ばしたかったっていうかいよいよもらっていた。そうですね。本当に気持ち的には半々なんですけど、半分は実際にせっかく演じながら、撮影を進められるので、やっぱり体でその役になる演じると、全然字面で見てた時とはイメージが変わったりとか立体的になるっていうのはよくあるので、そうやって生きている人物のイメージを持った状態でラストの脚本を書いたらどうなるんだろうなっていう、ちょっと実験というか好奇心みたいな気持ちが半分と、あとはもう本当にちょっとズボラと言いますか、実際に締め切りをちょっと伸ばす癖があるので、若干さんちゃんのキャラクターは少し持そうですってらっしゃる。ね。ちょっとそういう要素あるかなと思うんですけど、少しでもちょっと締め切り、一章ごとに加藤さんに見せるっていうようなやり方をしてたので、一章見せて OK、2章見せて OK っていうそのやり取りの最後の一つの締め切りをちょっと伸ばしたかったっていう気持ちもありますね。で4章の話を先にしてしまうんですけれども、かなり不思議ですよね。あそこははっきり
した物語というよりは少し想像させる展開はいでいこうっていうコンセンサスがあったんですか？そうですね、そこはなんか長編作品を作る上で挑戦したかったことの一つでもあって、映像でしかできない、何かこうその場で起こるようなことで、それをこうスクリーンで見てもらって感じてもらうことがあるような展開にしたいなと思っていて、もちろんフィクションではあるんですけど、それがもう少しフィクションラインをちょっとこう飛び越えるじゃないですけどところまでいけたらいいなっていうのは最初から思って話し合ってました。石がポイントになるだろうっていうのは決まっていた。いやそうでもない決まってなくって場所が変わるっていうアイディアに関してはもうプロと話し合ってる段階から加藤さんからやってみたい、こういうことをやってみたいっていう話があったんですね。あと喧嘩したいっていうのも結構前からこの作品に限らずというか、そういうものを撮ってみたいっていう話、演じてみたいっていう話があって、それがやっぱり4章を考える上ですごく大きな起点にはなってるんですけど、じゃあその場所が急に変わるっていうのがどうやったらこう唐突なんですけど、その流れとして作れるんだろうかっていうのを結構ずっと悩んでいて、で石はアコが石を被写体としているカメラマンっていうのは最初からあったので、3章を撮り始める前ぐらいで石を光らせて場所を飛ぶっていうちょっと一個ステップを作るとなんかこう先に進めやすいんじゃないかというか、自分の中では成立するんじゃないかっていうふうに思い至って、でその時まだ3章撮ってなかったので、じゃあ3章でちょっと石のクローズアップを入れとかないと、これ4章で急に出てきてもお客さん的には何これってなっちゃうっていう話になって、急遽確か石を触るっていうシーン入れたんだよね、3章に。あの石は何だったんでしょうって聞くのは野暮なんでお聞きしませんけれどもくしゃみで移動するというのもなんて面白いんだろうと本当に思わされますね。私たち、出演している俳優が全て、映画学校で同期だったメンバーなんですね。俳優コースでね。はい。で、半年間一緒に講義を受けていた同期の人たちに声をかけて、一緒に現場も作ってもらったりとか、それこそストーリーについて相談したりとか、こういうことがやりたいんだけどどうやったら実現できるかなみたいなことをもうチームで話し合って作っていってるんですけど、その場所が変わったりとか石が光るっていうのも、なんか現場でみんなになんかアイデア募集しますみたいな感じでしてどうやったら気持ちよくその変わったっていうのを観客の方が受け入れられるかなみたいな話をみんなでして、それは撮影照明録音のスタッフさんも含めてみんなでこうじゃあ転んだりしたらいいんじゃないとか、くしゃみがいいかもねっていうのを話し合って決めていったっていうのもあります。例えばそのさんちゃんが全然展開が変わって変なカップルの物語に巻き込まれるといいますか、さんちゃんとアコの関係性っていうのが映画の一つの軸になってると思うんですけれども、やっぱりあのカップルもなんか人にとって相性ってなんだろうみたいなところがなんか裏テーマとしてあるのかなっていうふうにも映画を通じて感じられたんですけれども、パートナーシップみたいなのことについては描きたいなとは思っていて、いろんなやっぱりこう同じ言葉だったとしてもパートナーっていう言葉だったとしても、もうパートナーごとの関係性があって、なんかその人たちの世界があるよねっていうことは思っていたので、その彼らの中で言葉のコミュニケーションだったり、動きのコミュニケーションだったりっていうのはなんか2人にこうちょっと託したかった思いみたいなのは少しあります。なるほど、面白かったのがあと3人目の同居人を結局出さないっていうのがうまいなと思ったんですけど、やはりあそこはもう出さないっていうのは、そうですね、出さないっていうのは最初から決めてました。その俳優がいないっていうのもあるんですけど、でもこのさんちゃんとあこちゃんの2人がなぜ共同生活がうまくいってないのかっていうこと
のやっぱフックとして何かの存在必要だよねっていう話から、まあ一人もともとの同居人がもう一人いたんじゃないかっていうことで関係性を作っていったっていう感じです。そこがとてもなんか不在の人によって関係性が動いてるっていうのが見えるっていうのがとてもうまいなというふうに思いましたですね。あとはそのコロナ禍でそういうちょっと距離が会えないみたいな時間がやっぱり生じてしまった。この作品は2020年の11月から撮影をしていて、2021年の3月まで撮影をしてたんですけど、準備はまあ2020年の夏ぐらいから本格的に入って、企画の立ち上げ自体は本当は2020年の年始の1月から次は長編を作りたいんですよって話は周りの人にしていたんですけど、まあ、その間でやっぱりコロナ禍になってしまって、でも作品を作りたいっていう思いはやっぱり、続いてあったので、じゃあその中でもできるような何か、ただ今私たちが経験したこの数ヶ月、コロナ禍で数ヶ月で体験したこういう会えないだったり距離があるとか時間についてみたいなものはなんかどうしても自分たちが今作るのであれば作品に入らざるを得ないよねっていう、その無視できない、それを描くのではないけれども主として描くもの、コロナの作品ですよっていうことではないけど、どうしてもやっぱり入ってしまうし、なんか入らないと現場としても少し気持ち悪いよねっていうので、マスクの扱いだったり、そういう電話でのコミュニケーションとか、そういうのを立ち上げていったような感じです。不在の一人のイメージに関しては、ちょうど私がその本を書いていた当時、兄がニュージーランドに家族で住んでいて、でもうニュージーランド結構シビアにロックダウンとかをしていた時期なので、帰って来れるか来れないかみたいな話があったりしたんですよ。飛行機が何月何日でもう日本には来なくなるとか、でそういうところのやり取りを結構間近に見てたので、それでかなり具体的なイメージが持てたっていうのはあるかなと思いますね。なるほど、確かに。そして不思議な親子の3話目というか3章の2人は何だったんでしょうね。親子の存在について何かヒントをいただけますか？ヒントでもその演じてくださった俳優さんにお伝えしたのは、いろんななんか解釈があるような役で存在であると思っているので、なんか一つに決めて演じていただいてもいいんですけど、なんかこういう可能性を考えて作りたいですっていう話をお芝居してもらう前に話をして、で見てもらう方にもなんか一つの答えを私たちが提示してしまうと、なんかやっぱりそれって映画を見て自分たちがこう感じて想像を膨らませるっていうことがなんか何よりもやっぱりこう芸術作品を見たなんか喜びかなって私は思うので、そこをなんか私たちが決めてしまって答えはこうですって言ってしまうとなんか野暮かなって思って本当にこの世界に生きてるのか本当はいないのか本当に親子なのかどうかもわからないっていうなんか言葉の揺らぎでもないですけど、なんかそういうことを2人が体現してくれたかなと思います。お母さんの料理を運ぶ時もそうですけれども、隔ててての頭から下手馬音楽下手馬というか下手なんですけどオカリナとねトライアングルとかあとアコがちょっと踊ったりとか、音楽と歌と踊りがずっとありますよね。あれお二人の好みなんですか、それともこの映画に限った演出なんですか？あれはやりたかったことの一つで、私もともと実は中学生の時にミュージカルをやってた経験があったりとか、豊島さんは大学でそうですね、ミュージカルサークルだったんですよ。もう2人とももう育ちがミュージカルなんですね。私はちょっとあれですけどそうですね。そうで、ちょっと共通して歌とか踊りが好きっていうのもありますし、私は振付師として他の作品だったりとかに関わる機会とかもあったりとかするんですけど、ダンスと映画についてっていうのはすごく考えたいなって思っていたりとか、ミュージカルの映画でのなんかミュージカルのあり方みたいなのを自分なりに表現したいっていう気持ちはずっとあって、
て、だからまあ地味ミュージカルってちょっと地味ミュージカル名付けて地味ミュージカルしたいんだよねっていう話をしてて、だからまあ生活の音が音楽のように聞こえるだったりとか、別にそう矢田部さんもおっしゃってくださったんですけど、下手な音楽が映画から聞こえてもいいじゃないかって、だって日常はそういうもので溢れてるし、素晴らしい音楽だったり素晴らしいダンスだったりじゃないものが自分のためにある音楽、踊りみたいなものが表現したかったっていうのがあって、それをこう演奏だったり、あこちゃんがあんなの見せないですよね人になんかそういう踊りをやるとか、一章に出てくれた田所役のオカリナを弾いてくれた鎌口さんにもオカリナ経験ないんですよ、彼は。なかったんですけど、アマゾンで1ヶ月前に鎌口さんの住所にこう配送して鎌口さんカラオケで一人ですごく練習してくれてちょうどいい感じでしたね。なのでまあやっぱり役者の体でやることにこだわってるっていうのも多分下手になってしまう要因というか、その楽器のプロだからその役じゃなくって、この人にオカリナ吹いてもらったら可愛いだろうなみたいな視点から始めてるので、鎌口さんもまあ一生懸命練習した今の体でやってくれるし、まあ私もアコーディオンは私が全部弾いてるので、そんなにうまく、別にアコーディオン奏者じゃないので、そんなうまくは弾けないですし、っていうところもあるのかなって今話しながら思いました。なるほど。撮影についてもね少しお伺いしたいんですけど、まず一軒家、まあちょっと日本家屋的な素敵な空間なんですけれども、家の雰囲気には相当こだわったのかなと思ったんですが。お家は私のお知り合いが実際に住んでるお家をお借りしたんですよ。はい。なのでもうほとんど手を加えず、もうこのお家が本当に素晴らしいっていうのと、まあ人物を同等に収められたらなと思ってお借りをしたんですよね。人の当て書きプラス家の当て書きでもあるって感じです。はい。もうここで撮るっていうことと人物が決まってて、じゃあその2人があそこに住んでるんだったらどういう設定なんだろう、じゃあルームシェアだねっていうところだったりとか、あとはお家で撮影していると周りの音がすごくよく聞こえる、密閉ができないような古いお家、築90年ぐらいの日本家屋なので、それこそ冬は本当に寒いですし震えながらみんな撮影してたりとか、換気もしなきゃいけないっていうのもあるんですけど、なんかそれでこう周りの音とか本当に家の前の道を歩いている人の音がすごく間近に聞こえるっていうこととかも、録音の方もすごくこう気づいてもちろんいるので、それを静音の段階でそのまま入れてもらうとか、なんかそういうこう自然と家の中なんだけど外も感じられるような空間っていうのはすごくなんか舞台としては大きい存在だったなって思います。なるほど。あと何か思い出のエピソードなどありましたらお伺いできますか？そうですね。なんか私たちの映画やっぱりすごく少ない人数で、俳優がスタッフワークも、一緒にやるって先ほどちょっとお話ししたと思うんですけれども、石をどうやって光らすかっていう、あれは CG は使ってないんですね。で、そういう技術もお金もないっていうのもありまして。私が編集もしてるんですけど。はい、で、どうやって光らすかを工夫するにあたって、まず最初に2人でね、夜の公園に2人でこう準備段階で行って、レーザーポインターっていうレーザービームみたいな緑色の光線が出るものをアマゾンで買ってその本当に数千円のものなんですけど、で石っていうのは本物の鉱石なんですね。本当に石拾いが趣味の友人がいて、友人から自分の人生で拾った中で一番綺麗な水晶を借りてきて、でそこに当ててみたら天然の鉱石でこう断面が本当にスパンスパンってなってるので、拡散するっていうことを発見して、でそれをやろうってことになったんですけど、本当に森の中で撮影時に他のショーでスタッフをやっている2章のカップル役の高羽さんだったりとかにカメラに映らないところから遠くから
結構大変なんですよ。このピンポイントでレーザーポインターにこう光、石にレーザーポインターを当てる。で、私がこうやって手を動かすと、高橋さんも一緒にこう石が光ってるように、レーザーを動かしてくれるっていうような、そうやってみんなで工夫して一つの絵を作るっていう。すごいアナログですが、全部アナログで。すごい効果的でしたね。森全体が光るのも、どうやったら森全体に光がもっと広く拡散するかっていうのを、家の中のいろんなものに準備段階でレーザービームをみんなで当ててみて、で、すりガラスが一番拡散するっていうのを発見したんですよ。だけど、扉ごとお家の扉を持っていくわけにいかないので、その素材に近いガラスの器とか、グラスとかをいっぱい、本当はちょっと迷惑なんですけど、お店でこそこそ100均でいろんなものにこう、照明さんと私たち2人でレーザー当ててみて、これだとか言ってね、そういうふうに準備して。手作りで本当に楽しそうな撮影現場で、その工夫が見事に作品に生かされていたと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。加藤さん、豊島さんをお迎えいたしました。本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。